皆さんこんにちは、たまのマナーです。よろしくお願いします。皆さんきっと思っていることだと思うんですけど、たまのマナーって何者？はい、ということで本日は今日私が持ってきたカバンの中身を紹介します。わーい。それでは早速参ります。カバンくん、マナーちゃんのカバンだよ。今日はこの僕の中に入っている中身をみんなに紹介していくよ。ということで、はい、紹介していきます。まずカバンはこちらですね。ベージュとブラウンが書いてあるハートのカバン。これ本当にお気に入りで、A4 のファイルも入るし、私大学通ってるんですけど、大学の講義にももう教科書もすごい入るカバンで、さらに見てほしいのが、ここにチャックがついていて、ここを開くとですね、開きますよ。よいしょよいしょ。ほら、わかりますか？サイズが大きくなるんです。なのでもう大学はもちろんレッスンとか行った帰りとかについついお買い物して荷物が多くなってしまっても、大きくすれば一つにまとまるので、ずっとお仕事の時、学校の時はこのカバンを使ってます。気になる中身いきます。それではまず、これが出てきたの。じゃん、こちらセーラームーンとちびうさちゃんが書かれているポーチになります。これお洋服のブランドのハニーサロンさんとセーラームーンクリスタルがコラボしていた時に購入したポーチになります。裏も同じ柄になっていてですね、イヤホンだったり携帯の充電器だったりっていうものが入ってます。もう可愛くてこれ見ていつもニヤニヤしてます。次、じゃん、小説になります。最近ですね、電車の中の移動だったり、ちょっとした隙間時間で小説、もともと読むのが好きなんですけど、これなんか賢そうな小説なんじゃないって思うでしょいや、賢そうなんだよ。だけどちょっとライトノベルですはい、今読んでる本はですね、もう私の大好きなライトノベルになるんですけど、もうこれに出会った話から話し出すとちょっと止まらなくなってしまうので、またどこかでたくさん話そうかなとは思うんですけど、中学高校ぐらいでドハマりして、もう今完結してしまったんですけど、今読み直しをしているっていうことでカバンに入っていて、タイトルはですね、よいしょ、じゃん、仮花嫁のやんごとなき事情という作品になります。今これ読み直ししているので、これ3巻になるんですけど、もうこれなんで私がドハマりしたかと言いますとですね、普通のラブストーリーかなって思うじゃないですか、この表紙から見ると。でも違うんです。どっちかっていうとコメディ要素が強くて、さらにお話が奥深い。結構難しかったり、それこそ中学高校の頃はちょっと怖いなって思ったりもしたぐらい深いお話でした。なのでぜひ気になった方は読んでみてください。次はこれちょっと潰れちゃった。多分中身は大丈夫。カプリコカプリコ入ってます。いつも私のツイッターやインスタグラムを見てくださってる方はね、知っていると思うんですけど、この間私この大きいタイプ、カプリコの頭じゃなくて大きいタイプで初めてカブスケ出たんですよ。拍手もう毎日食べてるのに、この間初めて出て、もう嬉しすぎてすぐツイッターに載せましたそしたらその日に私のレコジョのグループのメンバーだったりスタッフさんも同じ日にみんな当たってて、もうあの日はカプスケの日だと勝手に私は思ってます。
そういう感じでね、カプリコ大好きなのでいつも食べてます。特にハマっているポイントは、いちごからチョコに変わる瞬間、そこの味の変化が一番好きです。次はじゃん、レッスンノートです。これはですね、この裏見てもらうと分かるんですけど、真っ黒の普通のノートにこうやってライブをするごとにライブハウスでもらえるステッカーをコラージュして、真ん中にもう溺愛するソードアートオンラインのヒロインアスナちゃんの、これは映画ですね、去年やっていたオーディナルスケールの時のステッカーを真ん中に貼っています。かわいいはい、これにはですね、ちょっと中身あんまり綺麗じゃないんですけど、こういうレッスンノートを作っていて、いろんな方の、例えばステージや舞台を見に行った時のポイントや感想を書いたり、ライブのセットリストを書いて、そこに細かく書き込んだり、あと歌詞を書いて書き込んだりっていう風にして使っています。こことか赤字だらけだね、すごいねそういう感じのレッスンノートです。いつもこれは持ち歩いてます。宝物ですね。次はじゃん、こちらはスケジュール帳になります。2018年のスケジュール帳です。裏はアスナちゃんアスナです。これも真っ白のスケジュール帳を使っていてですね、本当に余白がいっぱいの、ここにはタキシード仮面がいますはい、余白がいっぱいの手帳で、なのでこうやってぎっしり余白を使って書き込めるのがお気に入りです。そして真っ白いのを選ぶことで、推しのヴィーナスだったり、裏にはアスナちゃんを入れることができるので、本当に世界に一つだけの玉のマナーだけのスケジュール帳を作ることができて、これも毎日一緒にいる宝物です。本が続いたね、カバンくん。本当だね、マナーちゃん。本が続いたね。本当だね。次じゃん、お財布になります。お財布は、これはアナスイのお財布を使っています。これなんでかっていうと、もう本当にいろんなブランドさんで探してやっと出会えたのが、条件にぴったりな黒い財布、ガマ口、デザインが可愛い、この3点セットで探して、やっとの思いでアナスイさんで見つけたんです。このガマ口で真っ黒で、デザインもすごいゴールドで可愛いお財布。そろそろ買い替えようかなって思うんですけど、条件に合うお財布をまだ探せてなくて、すごいもうこのお財布が大好きなのでずっと使ってます黒可愛い、大好き。お財布ときたら携帯ですね。携帯はこちらじゃん。ケースは見て、ケース見えた？かわいいよね。キラキラなんですよ。うわー、かわいい。吉祥寺に遊びに行った時に雑貨屋さんで見つけて、もう一目惚れで買っちゃいましたね。でももうすぐ携帯を買い替える予定なんですよ。もう本当にすぐなので、もうこのケースは当てはまらなくなってしまうかと思うので、見納めかなって思うので、この動画にしっかりこの美しい折り具合を収めておきます。楽しんでください。私だけが楽しいのはい携帯終わり。それではガサガサ、次、これ大事、タオルじゃーん。見えてるね。タオルです。裏にはキリトがいます。これはソードアートオンラインの劇場版の時のビジュアルデザインになっているマフラータオルになりますね。やっぱマフラータオルはレッスンの時にもすごい使えるし、普段のタオルが欲しいなっていう時にもちょうどいいので、マフラータオル大好きです。あと勝手にライブに行ってる気持ちになれたりするのもマフラータオルなので、そういうウキウキルンルンな気分で、しかもここにアスナがいるんで、もうルンルンな気持ちでいつも汗拭いてますそして次、ちょっと大きめのポーチになりますね。こちらです。せーの、じゃん。ポーチになりまーすアスナちゃんぎっしり。ここにはゆいちゃんもいるんですけど、気になった方はソードアートオンラインアニメにもなっております。
ぜひ見てみてください。はい、戻ります。そしてこっちはですね、2期の時のアスナと、これは劇場版のシリーズですね。T ポイントカードをツタヤさんで購入してきたものを入れてます。こっちにはアスナとキリトのクリップ、こっちにはキリトの名言、ちょっと見にくくなってるんですけど、名台詞がここに入ってます。で、この間シークレットガチャでユナちゃんが出て、ちょっと見にくいんですけど、なので一緒にユナちゃんも入ってます。はい、そうだ、いや忘れてたわけじゃないんですけど、実はここに自分のグループレコ上の缶バッジも入ってて、ちょっとここの隙間が気になるなって思って、どうしようと思ったら、自分のグループの缶バッジの大きさがちょうどいいと思って入れてみました。いい感じですよね。はい、そしてこの気になる中身はウェットティッシュだったり絆創膏、あと目薬っていうのど飴とか、私玉のマナーを形成するにあたり大切なものがこの中にギュギュッと、いろんな意味でギュギュッと詰まっている、心臓部、嘘ですね、肝臓部ぐらいになる大切なポーチです。じゃん、デンマンっていうブランドのヘアブラシになります。もうこれはですね、私の敬愛するスタッフ様からいただいたブラシなんですよ。なんかマナーにぴったりのピンクだしって言ってくださって、でこれすごいのがちょっと重いんですよね、普通のヘアブラシよりも。髪の毛を溶かしてる感がすごいのと、あと一溶かしするだけで髪の毛サラサラになるんですよ、本当に。なのでヘアブラシ買い替えようかなって考えてる方は、少しお値段はしてしまうかもしれないんですけど、1本持ってると本当に無敵ツヤツヤヘアを作ることができると思いますので、いかがでしょうか。あと女の子のプレゼントに1本いろんなカラーがあるので、その子にぴったりなものを選んであげるといいんじゃないかなと思います。そして気になるかと思うんですけど、これはシリコンゴムがついていてですね、これ私が勝手につけたやつなんですけど、これ普通にシリコンのゴム、これ水に濡れても髪の毛絡まないし、跡もつきにくいゴムなので、やっぱりヘアブラシにつけとくと何か緊急な時で髪の毛結びたいってなった時にあると便利なので、ここにつけてます。これもいただいたスタッフさんがそうやってされてたので、ここにつけると便利なんだなって勝手に盗ませていただきました。大先輩の方がされていることなので間違いないと思います。串にゴムをつけるっていうのはやってみてください。じゃん、これもアスナちゃんなんですけど、これ裏も可愛いんですよ。ほらーこれはポーチとして使用していて、このね素材が本当にアニメのグッズって思うくらいにすごいのが、これ中のこの黒い部分見えますかね、この黒い部分がちゃんとホワホワになっていて、もうこれ購入した時に感動してしまって、外は素材がレザーなのでレザーは質が高いなと思ってたんですけど、中もすごかったので、なんとこの中にはですね、イヤリングだったり指輪を入れています。これお気に入りのにゃんこのイヤリングなんですけど、繊細なイヤリングなんですけど、実はこれも私のおばからいただいたもう本当に宝物なんですけど、こういう大事なものもこのポーチの中に入れることができるぐらい中がホワホワしているので、こういうものを入れてます。あと指輪だとこれもいただいた大事なものなんですけど、こういう見えますか、こういう感じでかわいいビーズがいっぱいキラキラいっぱいついたパーティー用とかに使えるような指輪っていうのもこの中に入れてます。じゃん、スケジュールを書くときに愛用しているボールペン2本になります。一つはもうお色味が可愛すぎて買ったラプンツェルの、実はこれお友達とプリンセス違いで持っていて、お友達はアリエルを持っているんです。で、私はラプンツェル、ピンクと紫の色が大好きなのでこれにしました。ラプンツェルも大好き、でも色も大好きそしてスケジュール帳を書くのにはこのフリクションのこれは3色ボールペンですね、消えるペン、これ使ってます。いろんなスケジュールが入ったりした時にすぐに消せる
あと大学とかでもね、講義先生が言ってることなんかあれ追加で増えたなって時にちょっと消しってして書けるので、これ使ってます。もともと私シャープペンシルあんまり使わない派なので、ボールペン命派なので、このフリクションと、これはどこのボールペンでしょうね、ジャスうんこのボールペンですね。これ書きやすいので使ってます。これあれ私入れたっけ？メンバーかな？なんか入ってました私たちレコジョのシングル CD、 両面 A 面のシングルの CD になります。実はですね、これまだレコジョっていうグループが2人時代だった時の CD で、今は3人体制で活動しているんですね。でセカンドシングル CD が7月に発売が決定しております。わー！それには3人でシングル CD 作ることが決まりましたのでね、皆さん楽しみに待っていてください。で、これももうレアになる CD になりますので、皆さんチェックしてください。オンラインストアもありますので、ウェブサイトから飛んでみてください。ってよかったのかなもう空っぽになりました。わー！みんな、マナーちゃんのカバンの中、楽しかったかな？それじゃあこれからもマナーちゃんの動画たくさん見てあげてね。それじゃあ僕は帰るよ。バイバーイ。皆さんいかがだったでしょうか？私玉のマナーのカバンの中紹介しました。カバンの中ってよくその人の性格とか、その人がどういう人かなっていうのが分かると思うんですけど、伝わりましたかね伝わってたら嬉しいなと思います。それでは、これからこのかわいいパティーンのチャンネルでたくさんのメイク動画にチャレンジしていきたいなと思いますので、これからも皆さん応援よろしくお願いします。そして動画たくさん見てください。いいねボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。